パウンド型を使ったキャラメルナッツの厚焼きクッキーを紹介していきます。クッキーのほろっとナッツのザクッとを楽しめるようにあえてこの厚みに。しかもこのレシピなんと生クリームがいらないんです。バターにある一手間かけるだけで牛乳でも濃厚でコク深い味わいに。では早速作っていきます。指で潰せる柔らかさにしたバターを入れます。ハンドミキサーで柔らかさが均一になるまで混ぜます。粉糖を入れてよく混ぜていきます。粉糖を使うと仕上がりがほろっと優しい食感になります。カリッとほろっと2つの食感を楽しめるクッキーになります。卵黄を入れてよく混ぜます。卵黄だけを入れると全卵に比べてサクホロ食感になります。薄力粉を全部入れてゴムベラでサクッと混ぜていきます。縦に線をいくつも入れるような混ぜ方で粉をなじませていきます。全体がまとまったら混ぜるのをやめます。ラップをして冷蔵庫で30分以上休ませてください。両脇に厚さ2センチのものをセットします。パウンド型の底と同じサイズになるように伸ばしていきます。型より一回り大きいサイズになったら型のサイズに合わせてカットしていきます。切れ端は丸めて味見用に。ラップをして冷凍庫で30分固めます。カチコチになっていたら紙を敷いたパウンド型に入れます。穴を開けて焼き縮みを防止です。180度に予熱したオーブンで28分焼きます。しっかり焼き色がつくまで焼けていたら OK です。キャラメルアーモンドを作っていきます。片手鍋にバターを入れて火にかけます。茶色になるまで加熱して焦がしバターにしていきます。鍋を回しながら加熱して均一に火を入れていきます。これが生クリーム不使用でも美味しくなる秘訣です。こんな感じの茶色になったら OK です。粗熱が取れたら人肌に温めた牛乳、砂糖、蜂蜜、塩を入れます。中火にかけて溶かしていきます。薄い茶色になるまで混ぜながら加熱します。火を止めてナッツを一気に加えてください。再び火にかけて水気が減るまで加熱していきます。ヘラを入れた時に少し底が見えるぐらいの粘土になったら火を止めます。クッキーを焼いておいたパウンド型に全て流し入れていきます。全体に敷き詰めたら OK です。170度に予熱したオーブンで17分焼いていきます。焼けたらこのまま冷ましておきます。完全に冷めたら型から出して完成です。断面はこんな感じです。一人サイズに切り分けていきます。早速実食です。